回のテーマは、ブルーインパルスジュニアです。航空自衛隊松島基地には、本物のブルーインパルスの他に、原付三輪を改造した飛行機で、地上アクロバットを行うブルーインパルスジュニアがあります。大人気のブルーインパルスジュニアとは、どういうものなのか、徹底的に解説します。知らないのって言われたくない人は覚えてね。1時間目、ブルーインパルスジュニアって何？ブルーインパルスジュニアは、6台の原付三輪をブルーインパルス風に改造した飛行機で、アクロバット飛行を見せる、松島基地の正式なクラブ活動チームです。ただ走っているだけじゃないか、と思われるかもしれませんが、チームによると、これは飛んでいるんだそうです。とにかくかっこいい本物のブルーインパルスに対し、ジュニアは、親しみやすい路線をとっており、松島基地の航空祭はもちろん、他の基地や民間のイベントでも演技を披露、本家に負けない人気を誇っています。本家への対抗意識は非常に高く、舞台マークにはシャチを採用。これは、シャチはイルカを食うということで、ドルフィンを名乗っている、本家ブルーインパルスを食ってしまう意気込みの表れだとされています。小さいからと侮るなかれ、本物と見分けのつかない機体にはカラースモーク発生装置まで搭載、青い展示服に航空ヘルメットまで揃える本格派です。演技内容も、ファンブレイクやチェンジオーバーターンなど、真面目に本家を真似したものがあるかと思えば、反則技のデルタループやコークスクリュー、挙句の果てに、ローリングしないコンバットピッチなど、半ば、無理やり本家に絡めた面白技で二次元ブルーインパルスをやってのけます。さらに、綿飴、ひまわりといった、可愛いオリジナル技、X 交差やダイヤモンドクロスなど、計算し尽くされた高度な技も多く、とても見応えのある面白いショーを見せてくれます。ナレーションも、軽妙な話術で笑いを誘い、硬いイメージの自衛隊の中、ユーモラスで柔らかい雰囲気により、小会場から歓声が上がる、楽しいチームです。正式な部隊ではないため、様々な部署からメンバーが集まっていて、それぞれ勤務形態が違うため、集合練習はなかなか難しいようですが、それを感じさせない元気なショーを見ると、本人たちは本当に楽しいんだろうな、と感じます。見ているこちらも楽しい気持ちになりますね。実際には飛べないため、他の基地へ展開するには、輸送機に乗せたり、トラックで運ぶなど、大掛かりな輸送が必要ですが、それでも、全国各地へ出向いて活動するあたり、松島基地がジュニアを重視していることがわかります。2時間目、ブルーインパルスジュニアの歴史。ブルーインパルスジュニアが発足したのは1993年で、なんと、本家、第11飛行隊よりも、長い歴史を誇っています。当時、松島基地に勤務していた大津一曹の発案で、主にエンジン小隊のメンバーを中心に結成。その年の8月に松島基地のある大和町のお祭りでデビューしました。最初は、スクーターを改造した卵飛行機で、ショー内容も今よりギャグ要素が強く、極物感がありました。そもそも、なぜ、こんなことが始まったのでしょうか？大津さんは、前任地の那覇基地でも、ちびっこファイターパイロットという子供を乗せるミニ飛行機を作っており、この経験が元になりました。1993年は T4 ブルーインパルスのデザインが発表されたタイミングだったため、ミニ T4 ブルーインパルスを作ろう。それも、今度は6機で、実際にアクロバットもやってしまおう。という野心的な発想を実現し、誕生しました。最初は小さな自主活動だったため、活動時間は制約が多く、機体も廃車となった原付バイクの寄せ集めでしたが、当時はまだ10機が存在しないにもかかわらず、なんと本物の機体番号の情報を入手して再現したほどの力作でした。青色は現在のブルーインパルスより少し濃く、これはデザイン案の色をそのまま採用したためです。非公式ながら、当時の上司や基地の上層部の理解も得られて、着実に実績を伸ばし、初の本格遠征となった94年10月の岐阜基地航空祭では、小さな飛行機バイクに女装ナレーター、大の大人が自虐的なナレーションやアニメのセリフに乗って数々のコミカルな演技をするという、お堅い自衛隊のイメージをひっくり返す演出で、会場を笑いの渦に包んで大成功、ジュニアの活動拡大へ大きな一歩となりました。こうした活動の結果、
晴れて基地の正式クラブとなり、1997年には機体も新車となって、色も実機に合わせ、リニューアルされました。遠征も増え、ジュニアの知名度は急上昇していきます。チームの遊び心も年々エスカレート、花火を使ったカラースモーク発生装置を搭載したり、さらに小さなミニジュニアを演技に使ったり、大体滑っていましたが、ナレーターが流行り言葉や展開先の方言を使ったり、演技名に当時の流行を取り入れたり、挙句の果てに観客へぬいぐるみを投げ込んでしまうなど、親しみやすさを武器に大躍進しました。それでも決して道を踏み外さなかったのは、さすが自衛隊です。2007年には、現在の三輪タイプに機種更新され、屋根もついて全天候性能が向上しています。スクータータイプより、機動性は若干落ちたものの、小内容は継承しており、着々と成長を続けました。その後、2011年の東日本大震災で、機体がすべて水没してしまいましたが、何年かかけて復活、現在に至っています。3時間目、時代に消えた女装ナレーター。ここまでご覧になってお気づきかと思いますが、かつて、ブルーインパルスジュニアには、男性が女性自衛官の制服を着用した女装ナレーターが在籍していました。初代、あなたのノブリンさんに始まり、2代目、プリンさん、3代目、カズリンさんと続き、お堅い自衛隊の大きなギャップという、ブルーインパルスジュニアの象徴として、長年にわたり一時代を築きました。女装ナレーターは、希望者が多く競争率が高いとまで本人たちが言うほどのもので、会場からは、男？でも、足のライン、綺麗だよ。など、観客の笑いを誘い、演技にも積極的に関与、ジュニアが飛ぶフィールドを絶妙に歩き回ったり、時には、パイロットに難癖をつけて機体を乗っ取り、アクロバット飛行に参加するなど、大活躍でした。3代目、カズリンさんは、2010年のニュータバル基地航空祭で卒業するまで10年以上活躍。最終演技終了後のやりきった表情は、今も印象に残っています。最後にナレーターは皆様のおかげでお送りしました。しかし、東日本大震災での被災から復活した際、女装ナレーターは再登場しませんでした。現代では、そもそも男性が女性の服装をすることを笑いの種にすること自体が規範にそぐわないため、その消滅は時代の流れの中で必然だったのでしょう。ジュニアもこうした時代のアップデートにしっかりとついていっているのだと感じます。4時間目、大増殖したジュニアたち。当時はまだまだ硬かった自衛隊に変な風穴を開けたブルーインパルスジュニアの登場は航空自衛隊の中でも衝撃的だったようで、席を切ったようにあちこちにジュニアチームが誕生しました。静浜基地の T3 ジュニアはやはりスクーターによる6機のアクロバットを行い、小牧基地では軽自動車の C130 ジュニアが物量投下まで行う本格的な演技を見せました。この3チームは1999年の小牧基地航空祭で共演しています。挙句の果てに高尾山分屯基地では自転車に戦闘機のハリボテをかぶせた高尾山レッドクラブまで登場しました。なお、レッドクラブのクラブは同好会の意味ではなく、現地特産品の紅ズワイガニを意味するクラブです。T3 ジュニアは現在 T7 ジュニアリトルウィングとして活動を継続しています。他にも三沢の F2 ジュニアや浜松の AWACS ジュニアなど様々なジュニアたちが登場。いずれも親しみやすい路線で航空自衛隊と一般人との架け橋として活躍し、一部は今も存続しています。レディース&ジェントルメン、It's Special Show Time。それでは、ただいまから第4航空団所属クラブチーム、ブルーインパルスジュニアによる展示飛行を行います。パイロットの登場です。1番機、編成長は伊藤空曹、長縄勇。職種、航空機整備、岐阜県出身。2番機、南東空曹、服部蓮見。職種、補給、茨城県出身。
3番機関東急佐富岡重成、特殊整備熊本県出身。4番機今テイクオフ。現在は入陸後ダイヤモンド体系で会場を大きく探し、まずはご挨拶。走ってる？いやいや、何をおっしゃる。気分はお客様と一緒に飛んでおりますよ。次は X 講座です。当高速のクロスプレーをご覧ください。次の科目は左右に分かれた編隊が高速ですれ違う演技、ナイフエッジです。機体から発生している衝撃波と衝撃波がぶつかる大きな音が聞こえると思います。パン。もう一度すれ違います。パン。とえりゃびっくりしたな。もう次の科目は左右に分かれた編隊が高速で接近し会場の正面で U ターンするナイフエッジスペシャルです。高速から急激にブレーキングしますので見るよりはるかに難しい演技です。もう一度行います。今日はパイロットの皆さんかなりイケてます。次の科目はダイヤモンドクロスです。すれ違う時の翼と翼の距離は2こすり半。一歩間違えば行ってしまうものすごく危険な演技です。いいですか、良い子の皆さん、絶対真似をしてはいけませんよ。会場の左右に分かれた編隊が交差する瞬間に可愛い翼でズバズバっと切り込みます。次はアクション仮面。ダイヤモンド体系の中に6番機がギリギリのタイミングで突っ込みます。それではもう一度。パイロットの方々、1番機から切り替わって位置を見よう。続いて水平ターンという演技です。会場中央においてジュニアが一直線になったまま旋回します。速度が出てない分一見地味な演技に見えますが、かなり高度な技術が要求されます。前期の息の合った演技をご覧ください。そしてお次はチェンジオーバーターン。デルタ体系のまま会場を旋回します。続いてはコーヒーカップという演技です。デルタ体系を維持しつつ、それぞれの場所で遊園地のコーヒーカップのように回転します。前期の息の合った旋回をご覧ください。お次はデルタエイト。デルタ体系を維持したまま8の字を描きます。さっきの綺麗なフォーメーションをご覧ください。
さあ4マスが分かれました。ぐるっと会場を回ってから再び合流する。曲がりにくい機体を無理やりねじ伏せる。豪快な操縦をご覧ください。出たウルトラコスモスに匹敵する大技デルタループ。これはかなりの G が体にかかっております。ご覧ください。 G に耐えうるジュニアパイロットたちの顔を歯を食いしばって耐えております。皆さん右手をご覧ください。デルタ体系に維持された編隊が宙返りをします。ジュニアの G 制限を超える 7.4G に耐えるパイロットは恥ずかしさのためだけに引きつり歯を食いしばっています。さあそれでは今日は浜松上空を飛んでみましょう。4番5番と飛んでいきます。さあ最後編隊長1番が飛びます。強力な G がかかった体勢へ再びデルタ体系で侵入し、会場正面にて綺麗な花を描く水冷開花の演技です。今見事綺麗に花びらが咲きました。再びジュニアは中央に集まり円を描く綿あめの演技です。綿あめから各機外で円を描くひまわりという演技。今全機きれいにひまわりが咲きました。皆さん想像してみてください。まるでひまわりの花が咲いているようでしょ。ただいま 2,3 人ほどうなずいてもらいました。ご協力ありがとうございます。今ひまわりの花が想像できなかったほとんどの方のためにいつもより余計に回っております。続いてスタークロス。6機が中央ギリギリで交差する。互いを信頼しないでできる演技。見ているこちらはドキドキです。それではもう一度。続いてはジュニアから皆様に愛を届けます。本家でも大人気の演技ビッグハードです。今会場内に大きなハートが描かれています。皆様に愛は届いたでしょうか。それではローリングしないコンバットピッチに入ります。この時パイロットにはなんと 1.2G すなわち重力の 1.2 倍もの力がかかっているのです。さあデルタループに続くジュニアの3次元演技5番機によるコークスクリューです。今日はいつもより多く回っております。ここでジュニアたちによるファンサービスです。皆様の温かい声援に助けられて本日も無事に飛行を終えることができました。感謝の気持ちを込めて会場内を回っています。来年もまたこの場所で皆様に会えることを楽しみにしています。最後にナレーターは皆様のカズリンでお送りしました。最後いきます。せーの、バイ。サンキュー。